はい、皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。2021年になりました。すみません、ちょっと喉の風邪になってしまいまして、投稿が遅れてしまいました。そして、新年早々、すみません、ちょっとダークな内容になっています。みんな一番最新のやりすぎ都市伝説見ました？内容としてはメディアとか大統領選についてだったんですけど、その内容に絡めて、今回の大統領選挙のを作ろうと思ったんですけど、僕のツイッターを見た方ならわかると思いますけど、なんと大統領ピー関連の動画は万対象と、ほんと新年早々出花くじかれた感じですよ。逆にこの動画の信憑性がちょっと高まる感じなので、逆に利用してやりますわ。今世の中には溢れる種類のエンターテインメント、メディアが広がっていて、自由にその中から選択していると思い込んでいる皆さん。もしかしてそれは全てまやかしで、全て意図的に仕組まれているかもしれません。マスメディアといえば1864年に日本では新聞が発刊され、1900年にはラジオ放送が実現し、テレビが発明されたのは1920年代、1950年代には白黒テレビが登場し、アナログテレビの放送が開始されました。20世紀に生まれた最大のメディア。メディアといえばその他には雑誌や音楽、映画、本、SNS などもありますけど、もしこれらのメディアがほとんど同じ企業が独占的に所有しているとしたら、皆さんどう感じますか？アメリカでは1983年には約50社が所有していたところ、1992年にはその数が半分になり、2000年に入ったらわずか6社。そして今現在ではなんと、たった5社が9割のメディアを独占しているんです。エリートという言葉は選択された、選別することを意味しています。僕たちが何を読んで、何を見て、何を聞くか、すでに選択されているということです。メディアを支配した者は思考を支配するという名言があるように、メディアのトップはみんなの関心を提供しているのではなく、彼らの関心を提供しているのであって、ジャーナリズムなどに見られる客観性などもバランスの取れた報道を行っていると演出。偏りのない報道なんて今のご時世存在しないそうです。最初ちょっと関係ない話なんですけど、テレビ関連で起きた謎の未解決事件だと、電波ジャック事件のマックスヘッドルーム事件などが有名どころですが、実はそれよりも10年前に不可解な電波ジャック事件が起きていたことを皆さんご存知でしょうか？ 1977 年11月26日土曜日午後5時、いつも通りの休日を過ごしていたところ、イギリス南部のテレビでは夕方のニュースが流れていました。ただなんと番組開始から10分後、映像が乱れ始め、アナウンサーの声が聞こえなくなり、約6分間にわたり宇宙人ベリロンと名乗る宇宙人の電波ジャック事件が始まります。1970年代とはいえね、テレビの電波をジャックするなんてそう簡単にできることじゃないですからね。かなりね、知識のある専門家が集まって集団でやってやっとぐらいですからね。知らないけど多分ね。とりあえず軽いいたずらでは難しいと。ではどんな内容が語られたのか、ちょっと要約して紹介しますね。こちらは明日銀河司令部代表ブリロン。我々はあなた方が長い間上空で見てきた光の存在であり、人類の運命を左右する重要な決断に迫られていることを警告しに来た。これからは水亀座の時代に突入し、目覚める人たちが増え、平和に満ちた時代を迎えるが、あなた方の当事者が悪の存在に気づく必要がある。また間違った指導者があなた方の社会を動かしていることに気づく必要がある。すべての悪なる兵器は排除されなければならない。争いの時代は終わり、内なる声に耳を傾けることで、混乱、カオス、嘘、真実を見抜くことができる。どうか恐れることなく、己を信じ、地球という大地と調和の取れた生き方をしてください。こんな感じのメッセージが約6分間にわたりテレビで放送されたんですね。なかなか面白くないですか？結構ね、スピリチュアル業界からしたらそれっぽいこと言ってますし、納得しちゃう人もいるんじゃないですかね。こちらの事件何が不思議って、結局この電波ジャックした犯人見つかっていないんです。さすがに宇宙人だと信じ込んでる人はほとんどいないと思うんですけど、意外にいた？一般人の仕業だったとしてもなかなかすごいことですよね。まず電波ジャックすること自体がすごいし、それに加えていいメッセージを送るっていう、普通なんかね、電波ジャックしたらマックスヘッドルーム事件みたいにふざけたことするかもしれないけど、なぜかこの方は人類のためになることを言っているんです。水亀座の時代に突入するとか、ここ最近のスピリチュアル業界の人たちが言ってることですからね。50年前も今も言ってることが同じのようです。こんな電波ジャックなら歓迎かもしれない
れないですね。中にはこれが本当に宇宙人からのメッセージだと信じ込んでる人もいるそうです。皆さんはどう思いますか？今のはテレビに関する軽い都市伝説でしたけど、メディア系の話に戻すと、少し前にあった騒音おばさんって皆さん覚えてますか？かなり取り上げられてネットでも話題になったので知らない人はほとんどいないかと思うんですけど、2005年に奈良県で起きた事件ですけど、ある夫婦と主婦により隣人トラブルが招いた事件でしたよね。1988年に奈良県平栗町に引っ越してきた主婦が隣人の夫婦と喧嘩になり、1991年に最初のトラブルが起きました。そこから被害者夫婦はターゲットにされ、主婦による嫌がらせが長年かけて続くようになりました。24時間365日音楽が鳴り響くようになり、大声で怒鳴り散らかしたりと、1999年には被害者夫婦が民事訴訟を起こし、60万円の慰謝料を求める判決が決定しましたけど、それでも嫌がらせは収まらず、ラジカセからはヒップホップや R&B の音楽を大音量で流し続けたり、朝6時に布団を異常なまでに叩いて隣人に迷惑をかけたりして、最終的に被害者夫婦の玄関を蹴って、その主婦は器物損害の容疑で逮捕されました。こんな事件ありましたよね。カメラに向かってすごい形相で睨みつける主婦の顔が結構印象に残ってますよね。ただこちらの事件、実はネットの方ではある噂が囁かれていて、本当の被害者は主婦の方であったという説があります。全て本当かどうかは定かではないんですけど、実はこの主婦は宗教勧誘にしつこく勧誘されていて、それを断ったことにより家族のことを悪く言われたり、鍵穴を詰められたりと、嫌がらせを逆に受けていたらしいんですね。それにより精神的におかしくなってしまい、嫌がらせと戦うためにこういった行為に走ったと。確かに昔のニュースを見返してみると、万引き、空き巣、コス泥、見つからんかったらいいんかっていう発言していたりするんですね。なので仮にこの説が本当だったとしたら、宗教団体とメディアは繋がっていて、都合の悪いことはもみ消し、責任を一人になすりつけ報道したと。みんなもね、この説ネットで話題なので知ってるかと思いますけど、はっきりとね、したソースは見つかっていないので、本当かどうかは定かではないんですけど、もしこれがね、本当だったら恐ろしいことですよね。マスメディアと真実の情報の格差がすごいですよね。実際に過去に日本のメディアが印象操作を行って事実を隠蔽していた出来事がありました。日清戦争から太平洋戦争時代に行われた大本営発表。1937年に戦況の公式発表を目的とした大本営が設置されました。この戦時中、どちらが優勢でどちらが劣勢なのか、具体的な戦時状況を公式的に教えてくれる最高司令部ですね。なのでそれを頼りにみんな実際の戦況を知る感じです。初期の頃は正確な情報が伝えられていたんですが、徐々にその正確性は失われていきました。1944年の台湾沖航空戦では、敵空母11隻、戦艦2隻、巡洋艦3隻など敵軍を撃沈させた報告がされたんですけど、なんと実際は米空母戦艦1隻も撃沈していなく、日本が惨敗していたんですね。ただ現地にいる日本軍は優勢だと思っているので、そのまま敵地へ繰り出されるんですけど、思っていた光景とは全く違うみたいな、こんなことがたくさん行われていたそうなんです。それは国民の士気が下がるという名目だったんですけど、実際には敗北という責任を負うことに恐怖を感じて嘘の報道をしていたそうなんです。なんでこんな悲惨な出来事が起きたのか。当時のメディアは軍部と親密な関係を築くことで情報を提供してもらっていたんです。それに新聞記者は軍属として、軍人たちは自由に新聞の内容を改変できたと。要はメディアがちゃんとした情報をもらえるように軍部にすり寄って、お願いしますよ、教えてくださいみたいな感じで親密な関係を築いていたそうなんですね。その結果起きたのが8月14日に起きた球場事件。日本敗北を認めなかった一部の日本軍が起こしたクーデター未遂事件です。嘘の情報を信じて騙された人々は本当かわいそうですよね。でも現代の僕たちも同じようなことかもしれません。自由意志、表現の自由、言論の自由、これらは一応みんな保障されているものだと思っているかもしれませんけど、最近の世界の流れを見ると、いやそれどうなのって思うことが結構増えましたよね。プロパガンダ、特定の思想、世論、意識、行動へ誘導する意図を持った行為のこと。1995年にノーム・チョムスキーというアメリカ人の哲学者が、メディアが無自覚にプロパガンダに加担していて、民主主義がコントロールされる過程をプロパガンダモデルという概念で示しました。いかに権力とメディアが一緒になって大衆を支配しているかが明らかになる構造なんですね。これには
は5つのフィルターに分類されていて、1つずつ見ていくと社会の面白い構造が見れるので紹介しますね。第1フィルター、マスメディアの所有者、オーナー。マスメディアを所有する大元です。巨大企業である彼らは他の大企業や政府、銀行と密接につながっており、最終目的は利益を生むところにあり、批判するジャーナリズムは二の次であり、彼らの利益につながることを世間に猛プッシュします。第2フィルター、広告。消費者から得られる利益だけでは運営していけないので、そのギャップを埋めるのが広告主。広告主は人の集まりにお金を出すので、そのパイプ役であるメディアはお客さんを広告主に売り利益を生みます。じゃあどのようにしてメディアを操作するのか。それが3つ目のフィルターになってくるエリートの凶暴。メディアの情報源。裏では政府、大企業、大きな機関は手を組んでニュースがどのような影響を与えるのかを十分に理解しているので、時にはスクープを提供し、公式声明をし、用意した専門家にインタビューさせるなど、ジャーナリズムの全てのステップに関与しています。この確立した主張に疑問を抱いた、違った視点を持つ独自のジャーナリズムを持ち出した者がいたとしたら、その意見は排除されてしまいます。これが第4のフィルター。利益につながらない主張はマスメディアの中では排除されてしまいます。みんな共通の考えを持つことが求められてくるそうです。共通の意見を持つには共通の敵が必要になってきます。これが最後のフィルター。共通の敵を生む。恐怖に満ちた共通の敵が生まれることによって群衆は一団となり、同じ考えを持つ人々が完成しました。こうして群衆を洗脳していく。これがメディアの恐ろしさ。今まさにメディアが分かりやすいように印象操作を行っているのが分かりますよね。今回の大統領選でトランプ大統領の Facebook のアカウントは無期限凍結、Twitter のアカウントも永久追放。そもそも彼の Twitter での発言は毎回事実とは異なります的な注意書きがされていました。これは彼が暴動を誘発させる恐れがあるという理由からなんですけど、とはいえここまで制限するとは。皆さんどう思いますか？純粋に暴力を目的とした首謀者をね、制限とかなら全然わかるんですけど、現大統領のアカウントですからね、かなり異常な事態ですよね。メルケル首相もこれに対しては問題だと苦言しました。そしてトランプ大統領を弾劾訴追する決議案が提出されたというニュースも流れてきました。なぜここまでトランプを一刻も早く表舞台から消し去りたいのか。それにはね、みんなもわかると思いますけど、ある力が働いてるからだとは思うんですけど、そして今回の大統領 P について話したら YouTube でも排除されることが発表されました。インターネットの普及で個人の研究がしやすくなりましたけど、いつの日かネットメディアも第一フィルターの中に取り込まれてしまいました。これで真実かどうかをみんなで議論する場が大きなプラットフォームではね、なくなってしまいましたね。まさにフィルター4と5の訴えるものは排除され、共通の敵が生み出された瞬間です。間違いなくね、今がいい意味でも悪い意味でも転換期だと思うので、ニュースや新聞で見る水面下で起きている出来事ではなく、本当に裏では何が起きているのか。僕も今回の話題がっつり YouTube でやろうと思ったんですけど、残念ながら制限されてしまったので、コメント欄では自由に語っていいと思うので、みんなの意見知ってることどんどん書いていってください。はい。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。